女性の友達で浮気してる人っていますか？してたとしても多分本人は正直に言わないでしょうし、思いつくだけで3人5人ぐらいいるじゃないですか。いました。 Hey guys, we are a team called Real Japan Interview. Today I will interview a Japanese person about cheating on Japanese women. We will bring you the real voice of Japan. Let's get started. 女性の友達で浮気してる人っていますか？多分いないと思いますけど、ちょっと怪しいなっていうのは感じたことはあるのはあるんですけど、何回かなんかちょいちょい回りくどく言ったりすることはたまにはあります。実際どうなのかちょっとあんまりわからないことが多いです。いやー、聞いたことないですね。してたとしても多分本人は正直に言わないでしょうし、いないはずです。はい。じゃあそういう話題になることもないですか？もうすごい10代の時とかはありましたけど、もう今ね39歳ですし、あったとしても秘めてますよね。いました。何人ぐらい？聞いたのは1人かな。相談されたんですか？相談ですか。いると思います。何人ぐらいいますか？思いつくだけで3人5人ぐらいいるじゃないですか。浮気してるなってわかるんですか？公言してる方も多いかも。女子トークですけどね。公言してる方は何人ぐらい？あからさまに彼氏いる旦那さんもいる人は2人ぐらいはいますね。結構多いですね。風俗に行くことは浮気だと思いますか？あんまり良くはない方がいいとは思いますけど、個人的に。浮気か浮気じゃないかって言われたらどっちに分類されますか？例えばなんか既婚者で奥さんがいて、奥さんとそういうのが難しいとかであれば、なんかそういうのもあるのかなっていうのはお話は聞いたことがあるんですけれども、相手側にどのぐらいの許容があるかなっていうのは思います。自分の彼氏が風俗に行きたいって言ったらどうしますか？分からなかったら多分何も思わないでしょうけど、一緒に生活しててあまりに帰ってこなくって、そういうところにお金を払っているってなったらちょっと問題かなって感じはします。もしそれが分かったら別れますか？状況にはよると思うんですけど、あんまり付き合ってるのをちょっと気味悪く思ってしまいそうです。時と場合によりますよね。例えば会社関係の方と一緒に接待でっていうことだったら、それは浮気じゃないな基準ですか？仕方ないなっていうのありますね。かなり罰に近い三角かなっていう。自分の彼氏が風俗に行きたいったらどうしますか？理由をまず聞きますね。なんでってその理由次第によっては別れますか？まず話し合いますね。行かせないように誘導尋問まず聞いて、別れないように行かせないようにどうにかしますね。思わないけど、ちょっとバレないように言ってほしいです。私お金払って言ってるからいいのかもしれないなって頭では分かってるけど、嫌だから言ってこないでねって言わずに言ったらダメしか言わんよって。もし言ってるのがバレたら別れますか？別れはしないけど謹慎します。多分別れはしないかな。ただめっちゃぐちぐち言っちゃう。私はそうですね。できれば行かないでほしいと思います。自分の彼氏が風俗に行きたいって言ったらどうしますか？好きにしなさいとは言うけど、分からないようにやってほしいなとは思うし、でも隠し事も好きじゃないので、別れる可能性もあることを踏まえてどうぞって感じです。止めはしないです。もしバレたら別れますか？根掘り葉掘り聞いて考えます。その場では判断しない。それを言うことが配慮に欠けてるような気もする。言わずになんか付き合いでごめんとか平謝りだったら別れないかも。嫌なことをしたっていうことに対しては謝ってほしいなと思います。風俗は浮気じゃないと言っている男性に対してはどう思いますか？男性の意見もなんか一理なんかあるというか、理解が全くできないわけではなくて、男性側の意見も女性側の意見も聞いたことはあるんですけど、分からなくはないんですけど、でもなんかやっぱ付き合ってたりとか結婚してる旦那さんがそれだと嫌かなっていうのはあります。それは秘めててほしいですよね。思っていたとしても、やはり男性ってそういったね生き物じゃないですか。堂々として口に出すものではない。思う分にはいいですけど、言うものではないですよね。そうですぐらいそうかもしれんけど開き直るだと今ね好きにしたらいいと思います。それで失うものもあると思うけど、お金を払っ
ってるという上では自分のパートナーに理解があればそれは問題ないのかなと思うし、相手によりますね。パートナーが納得してればいいんじゃないっていう。そうですね、あまり頻度高く特定の女性に通われるとそれは体の浮気でも本当に浮気だと思うので、気持ちもねその辺が重要かなと思うので、たまに県外に行ってそこで付き合いで行ったのとはちょっとわけが違うと思うので。日本人の女性は浮気をする人が多いと思いますか？それが結構どこからかわからなくてですね、海外の人の方が結構そこが白黒ついてるような気がするんですけど、周りの人は結構逆と言われることが多いです。日本人の方が女性が浮気する。なんか建前で結構綺麗なことは言うけど、なんかあんまり見てたらそうでもないよなっていうのがちょっとぶっちゃけ思ったりとかは。日本人の女性の何割が浮気してると思いますか？どっからが浮気かによるけど難しいですよね。それは6割ぐらい。人によりともやっぱりいらっしゃると思いますよ。過ちっていう部分も含めるとやっぱりいらっしゃるんじゃないですかね。結婚してる女性で浮気してる方っていうのは何割ぐらいそうですか？難しいですね。3割ってとこでしょうか。まだ若いカップル10代とか未婚の方たちは何割ぐらいだと思います？そこも3割じゃないですかね。インスタじゃないツイッターとか見たら流れてくるから、意外とみんなしてんのかなとは思います。ネットとかだったらなんか男性だけじゃなくてみたいなのがあるからあるんだろうなって多いと思います。割合で言ったら何パーセントぐらい浮気してると思いますか3割4割はいるんじゃないかな。3割ぐらいかな。隠れてしてる方が3割、あると思います。女子の方がその辺は上手だと思うし、地図タイプともう浮気そのタイプは分かれてると思います。お友達の浮気は隠せてる。そうですね、うまくやってますよみんな。器用だなと思います。原因がそもそもやっぱり旦那さんとかパートナーとの関係がうまくいってないとか、そのスキンシップが取れてないとかはすごく大きな理由だと思うので、女性はなおさらそこが根源だと思います。日常のやっぱりスキンシップとかコミュニケーションが取れてないカップルが多いっていうのが正直なところじゃないかなと。女性はきっかけはそこだと思いますね。浮気の定義はどこからだと思いますか？相手に好意があるって分かって2人で会ってたらもう浮気かなって。手をつなぐなどの体の接触がなくても気持ちがあれば浮気。そうですね、もし付き合ってたら先に言ってほしいかなって。ちょっと気になる子がいるから会ってみたいとか、そしたら私も別れる準備しますし、そこらはグレーだとなんか会ってた時にすごく嫌な気持ちにもなると思う。相手の態度とかもそうですけど白黒つけたいなっていうのはあります。そういった相談を彼氏からされたらもう別れの準備に入りますか？そうですね、なんか別れなきゃいけないかもなっていうのはちょっと考えながら動きます。法律で言えばキスをするのがセーフですよね、海外ではキスをするのはご挨拶な部分もあるじゃないですか。キスは浮気じゃないのかなとは思いますね。気持ちがいいものではないですよね。やっぱり彼氏がとかキスを知らないとこでしてたらもうよろしくはないですよ。食事とかだったら大丈夫ですか？食事もちょっとグレーな感じはランチなのディナーなのか飲みに行くのかっていうのでもまた違ってきますよね。そういうことを自分が知らないところでされてる分は大丈夫です。正直にそこは言ってほしいですよね。なんか仕事でっていう部分もあるかもしれないので、やっぱ隠し事はねしていただきたくないですね、体の関係を持ってから、パートナーに内緒にしたらでも後ろめたかった。心ですかね。食事だけだったとしてもなんかこう好意があるとか、この人と関係を持ちたいとか、そういうものがあるっていうことは浮気かなと思いますね。ただ単に男女でお食事に行くとかは大丈夫ですか？そうですね、お友達というものは異性でも私はあると思っているので、友人であれば、仕事の話もあったりすると思うし、食事ぐらいだったらあると思いますね。二人っきりでも大丈夫？そうですね、特別密室でなければとかいうぐらいで。友達が浮気したらどう思いますか？友達の聞いてたとして、あまりに彼氏が帰ってこなかったりとか他の女性と結構接触があるってなったらもう別の人にしたらいいんじゃないって感じで
言うかもしれないですけど、なんか相手側にも彼女がいるかもしれないしと思うと結構何も言えなくなるタイプです。一応話は聞きますか？話は聞きます。明らかにひどい浮気だったりしたら止めますか？一応1回は忠告は入れると思うんですけど、彼氏側と彼女がどっちも知り合いだったらなんとなく状況が見えるのでどうにか入ろうとはすると思うんですけど、彼氏知らない人だったら多分1回やめといたらって言うとは思います。どうしたのってなぜとは聞きますね。それが本気だったとしたら止めますか？本気だとしたらまず彼氏なり旦那さんなり別れるなり、そこを清算してからの、次のステップに行くようには進めるかもしれませんね。浮気とか不倫とかって自分にいずれ返ってくると思うので、本人のためにやっぱり止めますね。特に止めないです一応止めはするけど、もうあとは考えなって浮気といっても一概に結婚してるかとか彼氏彼女なのかでリスクとかもだいぶ変わってくる、相手のこともあるので、そのリスクに対して気をつけた方がいいよって、大変な思いしないようにねっては言うと思います。ただ好きなら止めないかな、仕方ないお友達の浮気を止めたことはありますか？一緒に考えるようなことはしたことがあると思います。申し訳ないけど天秤にかける今の彼とどうなのかとか、自分の感情を深掘りしてあげるじゃないけど、結婚されてたパターンもあったけど、私は基本旦那さんを大切にしなさいって言ってしまう。背景を聞いて、その方の境遇とかを見て、その止めるか止めないかを決めるみたいな感じですか？そうですね。